今回は冬真っ只中の北スウェーデンに暮らす私たち夫婦と愛犬2匹の休日に密着したモーニングルーティン動画。北欧暮らしにはつきものの辛すぎる極夜のお話に気持ちを上げる冬の過ごし方まで内容盛りだくさんです。ぜひ最後までご覧ください。これは1週間前の日曜日。画面が暗くて分かりにくいと思うんですが、この時すでに朝9時を回っていて、部屋の中はまだ真っ暗な状態。おはようございます9時前にちょうど起きて、12月は日照時間が4時間起きるここ北スウェーデン。この日の日の出は9時半ということで、外を覗いてみると降り積もる雪のおかげで結構明るくなっていました。休日は好きな時間に起きようということで、先に目覚めた私から動き始めます。水で顔を洗い、コンタクトレンズをつけたら、顔ミストとスウェーデンの多分ブランドアコってやつを使ってて、ノーマルスキン用とドライスキン用でちょっとどっちがいいか分からず両方使ってます。ちなみにこの1階のバスルームが私で、2階がヨハンが使っています。次にジェマとブライアンを呼ぶと、本日最初のおトイレの時間。後でお散歩にも行くんですが、この家に住むようになってから1日数回こんな感じでお外に出してあげるようにしています。Wanna get in? Yeah. そしてお次は犬の朝ごはん。ブライアンとジェマのご飯タイムは1日2回で、今は食欲旺盛でもりもり食べてくれる2匹ですが、過去にブライアンが超偏食だった時のお話や、犬の食費に毎月いくらかかっているかなど、ペットショップに潜入した過去の動画でお話をしているので、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。あとこれが終わったのでまた片付けていきます。ちなみにこの時点で日の出から30分ぐらいは経っているんですが、北スウェーデンの12月の太陽は地平線からほとんど動かないので、太陽を直接見る機会もなかなかなくて、ここ数週間は太陽が見れてないかなと思います。 Yeah. Shall we go and get Daddy? Let's go and check out. Okay, come. 10時を回ったので、ヨハンもうそろそろ起きるかなと思って2階へやってきました。おはよう。起きた？元気？ね。今起きた？最近の一番の悩みは、昼と夜のバランスが悪すぎて全然朝起きられないこと。特に平日は朝の6時や7時に起きようとすると本当に真っ暗なので、光セラピーとして薬局で買ったこのライトを起床時間に合わせて点灯するようにタイマーを設定しています。太陽光を浴びながら目を覚ますことができるって本当に素敵だなぁと最近は身に染みて感じています。でもブライアンもおはよう。めっちゃ疲れてますね。ブライアンもジェマもまたベッドに戻ってきて、眠いヨハンを起こそうとしてくれたり、当時までどんどん暗くなっていく中で2匹が寝ても起きてもいつもそばにいてくれるので、本当に癒されています。 Your face, man. He said a sweet boy, huh? He said a sweet boy. ということでヨハンは2階のバスルームで朝の準備。前々回のルームツアー動画でバスルームの奥の部屋を何に使ったらいいか皆さんにアイデア募集をしたんですが、たくさんコメントをいただいたバスタブを入れるのもありかもと2人で話をしています。リノベーションの続きはこれからもどんどん動画にしていきたいと思っているので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。
そして時刻は10時20分。これから4人であるところへ向かいます。ルンバにお掃除をお願いしている間に向かう先は、 Gonna go for a walk, Brian? Yeah. Yeah, man. Gonna go for a walk? この辺りは冬になるとマイナス30度近くになることもあるんですが、この日はマイナス5度ぐらいだったので、私は薄めのジャンパーに、寒がりのジェマは冬のモコモコ全身ジャケットを着せてあげて、ライアンはね、寒いの大丈夫なんだよね。ジェマは寒いんだよね。私もヨハンも歩きやすいスノーブーツを履いたら散歩に出発です。今日が昇って1時間ぐらいしたところなので、まだ日が昇りきってはないと思うんですが、朝10時半がこんな感じです。私たちがよく使う散歩コースは短いものから長いものまで5つぐらいあるんですが、その中でも2匹のお気に入りは森のコース。家のすぐ裏側が森につながっているので、明るい時間帯は森に入ってこういった獣道を歩いています。特におうち時間が多くなる冬は、ブライアンもジェマもずっと家にいることでストレスがたまるかなと思い、休日など時間に余裕があるときはいつも行かない場所まで散歩に行ったり、新しい道を歩いたりして探検をしています。これは私がスウェーデンに移住した頃からやっているんですが、日曜日の夜7時は家族との電話の時間と決めているので、この日も私は佐賀に住む家族みんなと一斉に LINE で通話をしています。そして同じ頃、リビングの横の部屋ではヨハンも南スウェーデンに住む家族とメッセンジャーでグループ通話をしていました。時刻は12時を回り、ここでようやく朝ごはんの準備。我が家は朝いつもコーヒーを入れているんですが、皆さんは毎日必ず口にするものや飲み物、決まった習慣はありますか？ぜひコメントで教えてくださいね。 It's Sunday today. It's Sunday. Well, it's the third light, huh? You mean second night? Second night. 先週の日曜日はアドベントの2週目だったので、2本目のキャンドルを点灯しました。すごい。Hey. そしてこの日やったパンは4種類。左の黒いパンも右のパンもすごく美味しいんですが、私のお気に入りは右上の2種類のハードブレッドとヨーグルトなどと一緒に食べるカカオ系のシリアル。これ新しく買ってみました。今まで私は和食、ヨハンは洋食の朝ごはんみたいな感じで2人とも別々のものをよく食べていたんですが、最近は朝から火を使って料理する気力もなくなり、すぐに食べられるもので好きなものを食べるようにしています。コーヒーもできたということで、ゆっくり話しながら朝ごはんをいただきます。ここからは暗い冬でも大丈夫、私たちが好きなおうち時間の過ごし方を紹介します。フィーカはここスウェーデンに住むほとんどの人が毎日必ずしているだろうなと思う習慣の一つで、平日は職場でフィーカという名のコーヒーブレイクがあって、お休みの日になると家族や友達とお家やカフェでフィーカをします。あ、できました。もうこんな感じでいいと思います。さっき朝ごはん食べたばっかりなんですが、ちょっと今からフィーカをしたいと思います。イエーイ。日曜日なんでね、フィーカタイム楽しみたいと思います。ガトーショコラみたいなやつを昨日クリスマスマーケットで買ってきたので、こちらいただいたんですが、マッドケーキにキャラメルが入っていて、それにびっくりしたんですが、味は甘くて美味しかったです。美味しい。甘い。やばい甘い。
ルレオの学生アパートからこの家に引っ越してきて良かったことや嬉しいことたくさんあるんですが、どの町からも30キロ以上離れているど田舎に住んでいるので、町との距離感はもちろん人との距離も離れちゃったかなと時々不安になることもあります。でも今はこうやっていろんな方からコメントをもらったり、新しい人とのつながりを感じることができて、本当に日々の心の支えになっています。スウェーデンに暮らし始めてできた趣味っていうのが私はあまりなくて、何か新しい趣味に挑戦して人の輪を広げたいなと毎年意気込むんですが、 TVer や Netflix で日本のコンテンツを見ることが結局一番心地が良くて、日本語で考える時間が私の中で好きなおうち時間の一つになっています。一方ヨハンは多趣味でいつもいろいろやっているんですが、最近は VR ゲームにハマっています。多分今はロールプレインゲームみたいなアクションゲームをやっているんですが、おりゃーとか言いながら敵を倒している真っ最中です。この動画を投稿した1週間後、12月17日にはヨハンの実家に帰るために愛犬2匹と夜行列車で大移動の予定です。近々嬉しいお知らせもあるので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。それではまた来週もお会いしましょう。ヘイドー。